こんにちは、大橋です。今日は以前お話をお伺いしたことのある坂本さんに会いにブリティッシュメイドへやってきました。で、僕自身そうなのですが、新しいブランドやアイテムに触れるタイミングでそのブランドの背景であったりアイテムの基礎知識みたいなのを頭に入れてから購入を考える方は多いと思うのですが、どうしても時間が経つとうろ覚えになってしまったり忘れてしまうなんてことが僕自身最近多くてちょっと困っています。今日はイギリスを背景に持つブランドのアイテムを坂本さんに教えていただきながらお伝えできればなと思っております。どんな話が聞けるのか楽しみです。それでは行ってみましょう。どうもご無沙汰しております。ご無沙汰してます。よろしくお願いします。いや、中へすいません。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。はい、すいません、失礼します。じゃあ大橋さん、ぜひこちらにおかけください。ありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。どうぞ。失礼します。すいません、どうぞ。はい、失礼します。ご無沙汰ですよね。いつぶりでした？もう3年ぐらい経ちます。経ってそうな気がしますよね。地元が群馬の僕伊勢崎なんで、そうですよね。はい、そうですよね。で、僕が熊谷だから割とかなり近いですよね。僕もちょうどちょっと前に実は群馬帰る予定帰ってたんですけど、それこそ帰り大橋さんのよく行く、はい、太田のラーメン屋さん、ラーメン屋行ったんですよ。あ、行ったんですか？行きました。で、はい、ネットで大橋さん聞いてたから、はい、調べたら、はい、Google で見たら、はい、あごだし、はい、と塩、そうあごと、はい、担々麺の、はい、タグがめっちゃあったんですよ。はい、でもなんかあごっぽいなと思って、はい、で行って、はい、あごが売り切れてて、はい、うわもうどうしようと思って、はい、担々麺僕頼んだら、はい、他全員塩ラーメン頼んでて、はい、もう一回行かなきゃまずいなと思って、はい、いや担々黒ごまの担々に今変わってめっちゃ黒かったです。でもめっちゃうまかった。それ担々美味しいんですよ。担々美味しいですよね、はい、あそこでも塩美味しいんですけど、はい、僕はいつも醤油なんですよ。マジですか？いや僕なんかみんな塩食べてて、はい、僕だけ担々だったんで、はい、これなんか大丈夫、なんか途中からこうそわそわしてきちゃって、美味しいんですけど、はい、これでもう一回来て塩食べないといけないやつじゃないって思ったんですけど、はい、逆に醤油も食べないとまずそうですね。そうですね。割とじゃあ共通点やっぱり多いですね。いやもう多分話せば話すほど共通点あって、はい、ほとんど多分服の話をせずにその話だけでもいけるぐらいな、ちゃんとお洋服の話をした方がいいかもしれませんね。そうですね。そうですよね。はい、そうですね。その回ですよね。すいません、こちらも失礼いたしました。なんかそうイギリス、はい、はい、で僕自身もそのツイードのスーツを作っていただいたりとかで、はい、少しずつそのイギリスの文化は気になるものの触れる機会、教えていただく機会だったりとかっていうのが、まあ、自分で調べる以外でなかなかないので、はい、まあ、そういったお話をいろいろ聞かせていただきながら、はい、何かアイテム触れながらちょっとお話をお伺いできたらなと思うんですけど。もちろんです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。イギリスだとやっぱメンズファッションの源流というか、はい、ベースになってるものがやっぱりすごく多い国、はい、ルーツになってるものが多いのと、はい、まあ、本当に正直いろんなファッションがあって、幅がありますよね。やっぱサビルローっていうところを中心にしたスーツのそのドレス文化があったりとか、はい、郊外ってあれですけどブリティッシュカントリーって言われるような、はい、まあ、貴族の人とかが、はい、まあ、乗馬したりとか、はい、狩猟っていうんですか、狩りをしたりとか、はい、そういう時に着る、まあ、お洋服のものだったりとか、はい、まあ、あとはどうしても切り離せないところでいうと、まあ、ミリタリーとかっていうのも、はい、まあ、イギリスはもちろんあったりするので、はい、でそういうのの以外にもやっぱ年代ごとにモッツが出てきたりとか、はい、まあ、そういうなんでしょう、よりカルチャー寄りなものもファッションのジャンルとしてすごくたくさんあるので、はい、もういろいろありすぎて僕も分かんなくなることが多いぐらいなんですけど、はい、はい、大橋さんはどういう洋服のジャンルが
好きというか。も特に、はい、これって決まっているわけでもなくて、はい、まあその時々であったりとか、あとはアイテムそれぞれを例えばきれいめなものにミリタリーを足して外すであったりとか、逆にミリタリーなものにきれいめなもので外すであったりとか、あとは色味で遊ぶであったりとか、縛りすぎずに自分で楽しみたいみたいなところがあるので、挑戦していくっていうタイプではあるとは思うんですけど、一番いいですよね。その抵抗なくこういろんなファッションとかアイテムにこうそうですね、楽しいですよね。冒頭で大江さんおっしゃっていただいたように、ちょっとやっぱり色で遊ぶじゃないですけど、やっぱり色のトレンドって少なからずあったりするので、例えばこういう出てるお洋服で例えば今季のものとかだと、こういうシャツとかあるんですけど、このシャツやっぱり今季いろんなブルーが出てきてるのがトレンドとしてある、ブルー、ブルー、なので、すごく濃いブルーだったり薄いブルーだったり、でその中でもこういうちょっと中間的な、いい色ですね。いいですよね。グリーンとブルーの間みたいな、こういうブルーなんかはすごく着やすいかもしれない。スなんかもストレートチップの内バネっていうタイプで、基本この5つ穴のものなんかが、一般的には多い。イギリス靴だとこうちょっとラウンドしたトゥーが、ちょっと丸みを、そうですそうです、が英国らしい顔つきっていうふうに言われていて、なのでこういったものが普通は合わせるのが今までの、すいません、主流だったんですけど、やっぱり服装もちょっとカジュアルに、スーツというかドレススタイルになっていく中で、昔は結構 NG って言われてたこういうローファーなんかも今全然合わせていただいたりとか、みんな一人一足持ってるぐらいペニーローファーは主流というか履いてる方多いですもんね。多いですよね。いろんなもちろんねブランドさんでも出されてますし、あとはあれですよね。意外とローファーってこれはちゃんとそのイギリスらしいグッドイヤーウェルテッド製法っていうソールがこの糸を切ると取れるタイプで修理して使えるんですけど、意外とマッケーっていうので、マッケーの方で作ってるとそんな修理できないんですけど、意外とローファーだけはマッケーってブランドも多いんですけど、これジョセフ・チーニっていうブランドのもので、これはちゃんと同じ作りでグッドで作ってますね、グッドイヤーの方で。で割と僕はその外しのアイテムとかで使うのがミリタリーであったりとか、僕自身もその男心をくすぐるじゃないですけど、洋服スタイリング組む上で合わせやすかったりとかしてくるのがミリタリーのアイテムなんですけど、すごいよくわかります。いろんなやっぱりファッション好きで、それこそデザイナーズだったり、ハイブランドだったり、いろんな国の行ったとしても、結構皆さん最終ミリタリーは絶対こう落ち着くところの一つとしてなんかあるイメージはありますよね。でちょっとこの辺ミリタリーなんですけど、このオフィサーとかちょうど僕同じように今着てるんですけど、これとかだけは今ちょうど L のが出てたりするんで、シャツちょっと試着させてください。ぜひぜひぜひ、ありがとうございます。いいですね。これなんかめっちゃ着やすいんですけど。いいですよね。リネンとこれがリネンにレーヨンを混ぜてる素材で、レーヨンを入れることでこれ結構着丈があって少しゆったりしているので、こう生地のドレープがすごい綺麗に出るのがレーヨンが入ってる方がドレープ感が綺麗に出るので、レーヨン紺の素材にしてます。いいですね。いいですよね。リネン100は100でシワの入りとかいいんですけど、リネンの清涼感とレーヨンのこの柔らかいドレープ感が両方あった方が面白いんじゃないかっていうので。なるほど。ちょっとこの辺のカントリーとかミリタリーだと、カントリーだとやっぱ足元はこういうカントリーシューズって言われる、こうメダリオンとかブローギングって言われるこの穴飾りがついてて、もともとこれカントリーでやっぱ狩りするとことかあって湿地帯っていうんですか、ちょっと足元が悪かったり、草が生えててちょっと朝とか湿ってたりして濡れちゃうんで、その水はけを良くするために穴を開けたと言われてはいる。飾りっていうわけではなく、元はそうって言われて、今は完全に飾りだと思うんですけど、ミリタリーのところで言うと、やっぱり
これはすごく代表的なもので、はい、ケンゴンっていう、結構このジョセフ・チーニを代表する形の一つなんですけど、この木型っていったラスト、これを形成するためのベースの形があるんですけど、それがこれ4436っていうのを使ってて、それがミリタリーラストって言われてて、イギリス軍にチーニーが、靴を収めてた時に、その形で作った靴を収めてましたっていうので、その木型が、ミリタリーの木型なんで。僕ちょっと勉強したのがミリタリーラストは多分あれですよね、その軍人の方々いろんな人たちがいる中でどんな人の足にも合うような形のラストってことですよね。もうおっしゃる通りです。よかった。勉強した甲斐があった。本当にもう誰にでも合いやすいっていうのがすごく特徴的なので、結構やっぱり合わせ、足のね相性っていうのが人によって結構やっぱり細かく作り込めば作り込むほど合わなくなったりするものってあったりするじゃないですか。で作りもすごく面白くて、これがベルトショーン製法って言って、グッドイヤーなのでこれもここの糸切ればソールがパカッと取れて交換できるんですけど、上から見るとステッチダウンっていうか、クラークスみたいなこうレザーがウェルトの上に乗っかってるっていうちょっと特殊な作りになってて、他はもともとこのパーツが出てるんですけど、これが普通に作るとありえないというか、グッドイヤーの時はすり込んで中に入るのをライニングは中に入ってるんですけど、アッパーだけ剥がして、アッパーが要はそのコバにかかってるって言ったらいいんですかね。そうですそうです。そういうことですよね。そのかかってる部分も縫い込んであるからっていう製法ですよね。そうです。なのでソールが交換できるのにこの見た目になるっていうのがないですよね。ステッチダウンだとソールは交換でき、コルクとか入ってないんで、アッパーだけっていうのは比較的やりやすいんですけど、より水に強いとか汚れに強くなったりするってことですか。もう本当におっしゃる通りで、やっぱこの隙間から入っちゃったりするんで、水もほこりとか汚れが、それをもう完全に同じレザーになるんで防いでくれるっていうので、やっぱりそのミリタリーシューズ、軍の靴ならではのこう仕様で、すごく手間がかかるんで、そうですよね。ほとんどのメーカーさんはやってなかったりやってても本当に少数だと思うんですけど、ジョセフ・チーニはそれを今でもちゃんとこうコレクションの中でやってるっていうのがすごく珍しいと思います。なのでこれが人気があるっていうところにもつながってくるかもしれないですよね。これ黒です。すみません。頼りになりますもんね。そうですね。これだけなんて言うんでしょう。そういう悪天候を気にしないとか、ちょっと荒れた路面も気にしないってなると、なかなかやっぱり革靴はそういった部分は気にするアイテムみたいなところはねちょっとありますんで、これは本当に僕いろんな人に聞くと面白いなって思う靴で、それこそもうタフにこれで釣りに行くって人もいますし、岩場とかちょっといけそう、海とかだとこう水が跳ねてきたりとか汚れたりするけど、これだとそういうところでも安心して使えるっていう人もいるし、ちょっとこれ後で履いてもいいですか。もちろんです、もちろんです。ありがとうございます。いいですね。面白いですよね。いいな。黒、個人的な黒の方が好みかなとは思うんですけど、黒いいですよね。バーガンディですかね。そっちもなんかエイジング楽しそうですけどね。そうですね。エイジング好きならバーガンディもはすごくいいと思いますし、ただそれこそ日本だとはまたいろんな考え方があって、基本アスファルトじゃないですか。なので黒靴の方が合うって人もいるんですよね。なるほど。なるほど。そう、なんか個人的には革靴を選ぶときに、まず黒を選ぶ、どのブランドさんでもまず黒を履きたいっていうのがちょっと個人的にはあって、やっぱりなんか他の色を選んだとしても黒を結局買うんですよね。その後そういうことが多いんですよ。なのでとりあえずじゃあまず黒を買っておくと、
その割とそのなんて言うんでしょう、その後も長くいろんなものと合わせながら履けるっていう経験が多いので、そうだからやっぱりなんかこの靴も黒のイメージの方がちょっと個人的には強いなとは思うんですけど、はい、でもなんかその基準があるのいいですね。必ず黒から履いて、ジャッジしていくっていうのはちょっといいですね。なんかその個人的にもその選びやすくはなるので、もちろんその気になる他の革の色であったりとか素材はあるんですけど、結局黒なんだよなっていう迷いはいろんな人がすると思うんですよね。なのであんまりその長く迷わないために、とりあえずその試着をまず始めるんであれば黒、まあ購入もできれば黒から入りたいっていうのがあったりはするんですけど、ちょっとじゃあ履かせていただいたり、もちろんもちろん、いろいろお願いしてもいいですか。すいません。で大橋さん、こちらにお手数ですがおかけいただいてよろしいですか。ありがとうございます。失礼します。じゃあまずちょっと足のサイズから測らせていただければと思いますので、まず右足からちょっとこれにかかとを合わせてですね、で膝がこう直角になるぐらいの位置で、かかとをこう合わせて、内側をちょっとこれに入れさせてもらって、長さ見させていただきますね。ちょっと足をさせていただきますね。大橋さん結構やっぱ足大きいですね。本当ですか。長さでいうとちょうどこの UK の点、一番長いところでこう、ちょっと足が伸びた状態で今見てるんですけど、UK の点ってかなり大きいですね。センチでいうと20、僕28の予定なんですけど、でも本当に28ぐらい、だいたいスニーカーとかで28って人いるんですけど、そういう人でもだいたい UK の8ぐらいになるんですよ。本当ですか。スニーカーの28ぐらいの人だと。で実寸で UK の点あるって、あんまりあれですね。僕結構身長の割には小さい。長さはあるんですけど、幅とか甲とかかかとはもしかしたらそこまで大きくなくて、で靴ってちょっとつま先にステスンって言って、先に上がらない余りがあるので、もしかしたら大橋さんは最終そのステスンをギリギリまで詰めてタイトなのが好きなんです。サイズを落としても、他の幅のはまりとか甲のはまりとかが下げた方がちょうどよくなるパターンかもしれないです。なるほど。あと靴下が気持ち厚いっていうのがあるかもしれないですね。確かにそうですね。ちょっと内側。で大橋さんあれっすね。右足の方が大きいですね。ハーフサイズぐらい違いますね。ハーフ違いますか。これでちょっと押して今こっちは9ハーフぐらいなので、ハーフ違います。長さだけで言うと。なるほど。でそんな違いましたか。長い方に合わせるんですけど、大橋さんのお話を聞くと、多分ちょっと差がいるのかなっていう。そんなにすごく多分足が甲がすごく高いとかってわけでもないと思いますし、幅もすごくあるってわけではないと思うので、そうするとサイズ下がることは全然あるので、ちょっと9ぐらいを持ってきてみましょうかね。お願いします。すいません。いえいえ、とんでもないです。靴を試着するこういうのは、それこそイギリスの靴屋さんとかであったりするんですけど、そうなんですこれを使うとこうかかとがしっかりヒールカップにこう角がついてて、しっかりはまった状態で試着できるんで、意外とこう平場でやると、実際かかとが合ってないでサイズ見ちゃうことがあったりするんで、これがあると自分でその辺も考えながらってあれですけど、お店の人と話しながらできればあれなんですけど、一応そういうのでこういうものを使って試着したりします。ありがとうございます。これですいません。立っちゃっても大丈夫ですか。立って大丈夫です。でもこれが、そうですね。いつもより気持ちゆとりがあるかなどうかなぐらいなサイズ感ですかね。結構、大橋さん本当に
タイトフィットはあれかもしれないですね。慣れてらっしゃいますね。そうですね。そうですね割とはいでなんか伸びるっていう意識がちゃん、僕の頭の中であるので、その伸びていけば、窮屈ではなくなるみたいなところがあるんですよね。幅どうですか？当たりはそんなに気にならないですか？このボールジョイントのところ。はい。でつま先は先にこの先の方に当たる感覚は特にまだ大丈夫ですか？全然ないです。全然ないです。はい。じゃあちょっともうハーフ下も見てみますか。多分ステスンがいけるかどうかと、あとこうの多分ここは、やっぱ傾斜の相性あるんで、まだちょっとゆとりありますよね。ゆとりあるかなと思うんですけど、もしかしたらこの一番上の甲のところと、あとはちょっとそのステスンが実寸は特に右足が点まであるんで、どこまでいけるかなっていうところと、あとハーフ下げた時のボールジョイントのこの幅の感覚の3点で見ていただいて、どっちがいいかなっていう感じなのかなと思うんで、わかりました。ちょっと1個ハーフ下をぜひ試していただいて。ありがとうございます。でもこのサイズかな。すいません。そうですね。幅はだいぶやっぱり8ハーフまで来たんで、張ってきてる。そうですね。ちょっとよく見ると多分ちょっと前にこう体重を少しかけていただくと、ここがだいぶグッと当たってると思うんで、外から見ても少しこう形が変わるかなっていうぐらいのところまで来てるので、これより下げるとここが相当耐えられる人じゃないときつくなるかもしれないですね。その辺の感覚がやっぱり人によってちょっと違かったりするんで、ご相談しながらにはなると思うんですけど、一般的には右足の幅はかなりはまってきたなという印象があります。でも僕もすいません、僕もこれ今履いてて、このサイズ感がジャストかなっていう感覚はあります。そうですよね。もう一個下も履けるだろうけど、って感じですかね。そうですね。本当にもう一個下まで行くと本当にこっちがやっぱり芯が入ってるんで、つま先は絶対的にこう先は伸びなくて、ここがもう当たった場合はアウト、もう痛い以外なくなる、なじまないんで、つま先だけは。つま先に余裕はある感じはあるんですよ。そのトゥーの先に当たってるっていう感じはないので。じゃあよかったよかった。そうですね。あとハーフ、そうか。でもさっきより気持ちこのくらいの、今日ちょっとパンツが太いんであれですけど、合わせやすそうですよね。いや、すごく合わせやすいと思います。このくらいのサイズ感であれば試してみます？8も。そうですね。ちょっと右足だけ、ちょっと右がどうかなと思って、ちょっと多分あるんで申し訳ないです。すみません。すみません。いえ、こちらこそ申し訳ない。すみません。ありがとうございます。じゃあちょっと待って。ちょっとじゃあ右足だけ、すみません。もちろん。すみません。お待たせいたしました。だいぶだいぶ違いますね。なるほど。でも、今履いてるサイズ感が、多分今持ってる僕の革靴のサイズ感に近いかもしれないです。だからこのくらいタイトに履いているかもしれないですね。これでハーフ違うんでしたっけ？ハーフです。右が8、左が8ハーフ。一般的には結構8まで多分タイトフィットにはなってると思うんですけど、これぐらいで履かれる方はもちろんいらっしゃるので、多分ここまでいくと正直相当革靴履き慣れてる方じゃないとこのフィットは一番最初に革靴買う方がここまでフィットすると、多分相当違和感あるぐらいまで来てはいると思うんですけどなるほど。もうある種ずっとタイトフィットされてる方であれば、多分そこの感覚がやっぱ変わってくるというか、慣れは絶対的にあるんで。ただ唯一慣れないのはやっぱ慣れというか、先だけがどうしても伸びないんで、そこさえ問題なくってもタイトフィットが好きであればっていう感じが8ですよね。
ああ難しいこれは、うん、そう考えるとでもその靴下他の靴下を履くことも含めて、8ハーフでサイズを合わせた方がもしかしたら今後のその右足で8履いてちょっと痛みが出てしまうなんてことがない、その心配はないのかなと思うんですよね。そうですね、なのでもうある種最初は鳴らし痛くても構わない、構わないってあれですけど、とにかくタイトがお好きで、ちょっとでも馴染んだ後に大きくなるのが嫌だって方ももちろんいらっしゃるので、そういう方は8になると思うんですけど、基本的にやっぱり日本人ってかなりタイトフィットが好きな傾向があり、感じがしてて、それこそ一昔前まではタイトフィットこそが正義みたいなところは少なからずあったのかなと思って、ちょっと今その辺も変わってきて、なんかそれこそ革靴で馴染んだり沈んだりするものをちょっとでも厚い靴下で履くこと自体が違うって方ももちろんいらっしゃったと思うんですけど、今は結構むしろこういうものはスポーツソックスで合わせた方がいいよって方も全然いらっしゃったりするので、外しもありますからね、ローファーにナイキのソックスとかそういう外しもありますからね。いやちょっと今回僕8ハーフにします。はい、ありがとうございます。すみません、いろいろありがとうございます。いえ、こちらこそありがとうございます。志保川の革靴が今、主力の選手でいないんで、ちょっと探してはいたんですよね。ちょうど良かったです。そうですね。で、割とタフに履けるっていうのがかなり僕の中では魅力なので、これチーニー、ジョセフ・チーニーでしたっけ？ジョセフ・チーニーです。改めて、そのブランドの背景といいますか。そうですよね。すみません。ちゃんと説明しなかったです。申し訳ないです。お願いします。ジョセフ・チーニーは1886年に創業していて、でイギリスのイングランドにノーザンプトンって場所がありまして、それが靴の聖地って言われてるんですけど、そこに工場を構えているブランドになっていて、で特徴としては最初のレザーをカッティングする作業から最後の靴を磨き上げるファイナルポリッシュっていう作業までを全て自社の工場で一貫してやっていて、ピュアリーメイドインイングランドっていうふうにメーカーは言ってるんですけど、やっぱ今それをちゃんと最初から最後まで完全に自社の工場でやってるってところは結構減ってきてるみたいで、ノーザンプトンの工場自体も少しずつ減ってはいってるんですけど、その中でもしっかり昔ながらのただ正当なやり方を継承してものづくりをしているっていうようなブランドになります。いいですね。いやそういう背景はやっぱりなんだろう、知ってて履くのと知らないで履くのとね多分違うと思うんで、僕自身もなんかそれを知ってるからこそより愛着がじゃないですけど、長く大事に履きたいなとも思いますし、いいですね。いやどんな表情になっていくのか本当いい工場で、なんかね指定文化財みたいになってるんですよ。工場自体がもう歴史ある建物で、オーナーもウィリアム・チャーチさんで、とジョナサン・チャーチさんって、もう一個チャーチってノーザンプトン有名な靴のメーカーがあるんですけど、実はそこの創業家の方がこのジョセフ・チーニーを今経営されているんで。そうなんですね。そうなんですよ。その方たちもすごく素晴らしい人たちの、そういう素晴らしい場所で、昔ながらの伝統的な作りで作られてっていう、結構これは本当にいいブランドというか、そういう背景があるブランドですね。なるほど。楽しかったです。改めて。いえこちらこそありがとうございます。ありがとうございました。ちょっとまた何かあったら。そうですね。お声掛けさせてください。もちろんです。ぜひ一緒にラーメンを後で。そうですね。行きたいですね。帰ってきた時に。そうですね。そうですね。行きましょうぜひ。お願いします。いえこちらこそありがとうございます。最後にラーメンの話入れてきました。これは切られないっていう。確かに。美味しいご飯屋さんを教えてください。この辺ですよね。近辺で、この辺で。あと大橋さんに個人的にめちゃくちゃお勧めしたいのは、ラーメンですか？ラーメンです。どこですか？骨董通りの客が駅の方に行くと、焼き鳥クラブっていうところがあって、
そこ地下に入って多分夜は焼き鳥屋さんなんですよね。お酒も飲めてみたいで、お昼ラーメンやってて、そのラーメンがねすっごい美味しいんですよ。食べたい。鶏いいですよね。そうで僕はもうねつけ麺、そこはつけ麺なんですよ。つけ麺もやってるんですね。つけ麺やってて、お会いした時か分かんないですけど、つけ麺はねもうドロドロのなるほど、ドロドロか。たまにすごい食べたくなるやつ、あれ年一ぐらいのやつですね。そうすごいね、あれ食いてえなってなるやつで、ありますね。それは本当におすすめで。でもラーメン行きたいな。ランチか。ちょっと分かりました。ちょっと僕も行かせていただきます。はい、ぜひぜひ。